皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。現在、ミカエリスメンテン式中の速度パラメータ VM、KM を正しく決定するための基本的な話をしています。前回はミカエリスメンテン式に基づく線形化プロットにより速度パラメータを決定するとき、反応初速度をどの範囲の基質初濃度で測定すべきかについて話しました。今回は3種類の線形化プロットのうちどれを使用すべきかについて私の意見を述べたいと思います。いつものようにミカエリスメンテン式を示します。本式には2個の速度パラメータ、すなわち最大反応速度 VM とミカエリス乗数 KM が含まれています。これらを決定するには次の2つの方法があります。1つ目は、さまざまな大きさの基質初濃度 S0 で測定した反応初速度 V0 の値へ線形最小2乗法を適用する方法です。2つ目は、初濃度 S0 の基質を構想により分解した時の基質濃度または生成物濃度の時間変化の測定値へ非線形最小2乗法を適用する方法です。どちらの方法にも一長一短があります。一つ目の方法では、複数の基質初濃度で測定した反応初速度を使うため、決定される速度パラメータは広範囲の基質初濃度に対応できます。しかし、反応初期の情報のみに基づくため、計算結果が反応後期まで対応できるかは分かりません。例えば、酵素反応が生成物により阻害されるとき、線形化プロットは阻害なしのものと区別するのが困難です。よって生成物阻害の存在を知らずに決定した速度パラメータを単純なミカエリスメンテン式へ適用して行われる反応シミュレーションは間違った結果を与えます。このような場合、阻害が関与する事実を事前に突き止め、相当する反応条件の速度式に基づく線形化プロットを行わなければなりません。言い換えるならば、単純なミカエリスメンテン式を適用する場合、酵素反応がその反応形式に従うことを事前に知っておく必要があります。または、とにかく速度解析を行い、計算結果が測定値に合わなければ、阻害などを考慮したミカエリスメンテン式を適用して対処します。私は常に一つ目の方法を使用します。なぜならば、測定値を線形化プロットで整理できたならば、その反応がミカエリスメンテン型であるという確証を得ることができるからです。近年、手持ちのパソコンを使って数値計算を簡単に行うことができるようになったことで、2つ目の方法の使用を推奨する人がいます。この方法では、時間とともに変化する基質または生成物の濃度変化の測定値を使用します。速度パラメータの推定値を使ってミカエリスメンテン式を数値的に解き、その計算値を測定値と比較します。この推定と比較の計算を両者が一致するまで繰り返すのです。この方法では、計算値を時間とともに変化する測定値に適合させるため、速度パラメータは酵素反応における基質濃度または生成物濃度の時間変化に対応するように求められます。しかし、一つの基質初濃度に対して測定された時間変化データだけしか使わなければ、決定された速度パラメータを使った計算結果が他の基質初濃度の時間変化データに対しても正しいという保証はありません。また、計算に必要なコンピュータープログラムは簡単に作成することができません。一方、一つ目の方法では、加減乗除ができる電卓さえあれば計算が可能です。
前置きはこの程度にしておき、一つ目の方法、線形化プロットによる速度パラメータ決定法について説明しましょう。ミカエリスメンテン式において、基質初濃度と反応初速度の関係は2式のようになります。分母と分子を逆さまにして3式のように変形します。これを整理すると、4式のような線形化プロットの式が得られます。これをラインウェーバーバークプロットと言います。次に S0 を両辺にかけてみましょう。これにより別の線形化プロット式5式が得られます。これをヘインズ・ウルフプロットと言います。さらに線形化プロットを行ったときに勾配と切片の値がそのまま速度パラメータの値を与えるように工夫してみましょう。6式が得られます。これを ED ホフスティプロットと言います。これら3つの線形化プロットのうちでどれが一番速度パラメータを正確に決定できるのでしょうか。測定値の精度が高ければ基本的にどの方法を用いても真の値に近い VM と KM を決定することができます。しかし測定誤差がプラスマイナス 10% よりも大きくなるとどの線形化プロットが良いかを断定することが困難になります。ただし次のことが言えます。1番目と3番目の式は横軸が基質初濃度の逆数を含んでいます。今等間隔の基質初濃度に対して測定した反応初速度をプロットすると、高濃度のデータ点が縦軸の周辺に密集するようになります。その結果、このデータの偏りが速度パラメータの推算値の精度に大きな影響を与えることがあります。このため、私は主に2つの理由により2番目のプロットの使用を推奨します。1つ目の理由は、等間隔の基質初濃度に対して測定した反応初速度データがそのまま等間隔でプロットされるため、重みの偏りの問題が生じません。2つ目の理由は、横軸から直接測定した基質初濃度の大きさがわかるからです。このことは理論的な解析を行う場合に大いに役に立ちます。本章の3の7でお話しした反応次数と基質濃度の関係を表した図を思い出してください。この図では横軸に無次元基質濃度を取ったことにより、例えば基質濃度が Km に等しいとき反応次数が 0.5 乗になることを簡単に知ることができます。いずれにしても実測値の誤差が小さければどのプロットでも速度パラメータを正確に決定することができます。このために測定誤差がプラスマイナス 10% 以内のデータを用いることにしましょう。これには反応初速度の測定を行う前に測定技術のトレーニングを十分に行う必要があります。2番目の線形化プロットを例とし、速度パラメータを決定します。最小2乗法の原理は第8章の動画を見て理解してください。表に各 S0 に対するプラスマイナス 10% の誤差を含む V0 のデータを示します。まず、ヘインズ・ウルフプロットの変数に変換します。求めた値を使ってデータをプロットすると、図のようになります。データを最小2乗法により処理して、直線の式を求めます。そこで、勾配の逆数を取り、Vm を計算します。次に、切片を勾配で割り、Km を計算します。得られた値を真の値と比較してみましょう。これにより近い値が得られていることがわかります。どうでしょうか？簡単ですね。今回のお話はこれで終わりです。それでは次の動画まで。
ごきげんよう。